こんにちは、ナッピーです。今日はこちらのナッピーコレクションボックス A4 サイズにこうして棚板をつける方法を紹介します。これはどういう作りになっているのかというと、こうして MDF を重ねたものを側面にセットして、これ床板、ここに棚板を乗せます。これが上の段の側面。ちょっとここマスキングテープ丸めたのをつけてあります。内側に倒れちゃうので、ここだけはテープ使ってます。こんな感じに簡単に棚板をつけることができます。このナッピーコレクションボックスは私のオンラインショップから購入することできます。材料はこの MDF の板。私はセリアの A4 のフレームのこの背面の MDF を使ったんですけど、以前紹介したディスプレイケースのこのフレーム、これに入ってる MDF でも大丈夫です。この棚板を乗せるところの厚み 7mm 欲しいので、これは 2.5mm の MDF を3枚重ねてます。厚みの部分は段ボールでもいいと思いますし、こういう厚い MDF ちょっと切るの大変かもしれないんですけど、それを切り出して作ってもいいと思います。A4 サイズだと3枚必要になります。こっちの L 版サイズのフォトフレームだとちょっと取り都合とかもあって5枚必要になってしまうので、あえて買って用意するんであればこの A4 サイズがいいかなと思います。使う道具は定規、カッター、大きい方が切りやすいとは思うんですけど、なければ普通サイズでもいいと思います。この金具を取り外すためのペンチ、シャーペンとマスキングテープ、あと紙やすり、切ったところちょっと盛り上がったりするのでちょっとやすります。あと MDF 切ると結構散らかるのでウェットティッシュあると綺麗にしやすいと思います。あと木工用ボンドと両面テープ、貼り合わせる時に使うので、どっちかでもいいかもしれない。ではこの金具を取っちゃいます。こうして無理やり外しちゃって、ちょっとこうして潰しておきます。そうしたらまずこれが重要な寸法です。全部ミリ単位で書いてあります。この幅は 80mm、80mm、90mm で結構測りやすいんですけど、高さがそれぞれ端数なのでちょっと測りにくいかなってところはあるんですけど、 A4 サイズなので端数になっちゃいます。そこは勘弁これとこれは棚板になって、これは側面です。最初はこの側面から1枚線を引いたんですけど、この状態に線を引いていきます。この穴が嫌なのでできれば裏側に入ってほしいので、まずはこっち側で 80mm 引きます。次は 147mm、 こっちから147、あとこっちから147で測ります。これこのまま横までいっちゃってください。こっちも後で説明します。これでこことここで2枚取れました。でこっちで取ればいいじゃんって感じなんですけど、こっちはこの厚みの部分に使おうと思うんです。この高さだけしっかりあれば
適当な幅で大丈夫です。見えなくなっちゃうので。余ってるここが 130mm あるので 65mm 真ん中のとこで線を引いておきます。これを2枚用意します。次はこの棚板、これはもう私描いちゃったんですけど、この大きい方はね、この横幅じゃ取れないのでこっち向きで取ってください。それでこことここでこの棚板2枚取ってください。この余ったところも底板の厚みを出すのに使いたいので、ここも捨てずに使います。ではこれを切っていきます。何回か硬いので筋を入れて同じところを切っていきます。あとこっちは厚み分なので全部切り離さなくても半分ぐらい刃を入れて折って使っても大丈夫です。こんな感じでまだつながってて折り曲げて使います。次ここを引いちゃいます。あ、切り離れちゃった。別に切り離れちゃったらそれはそれで大丈夫です。これで全部切れたので、ちょっとこう盛り上がってしまってるところをヤスリをかけて平らにしていきます。ざっとヤスリをかけとけば大丈夫です。この上に壁紙を貼ったりした時に浮いたりしなければいいので。MDF の方も結構粉っぽかったりするので軽く拭いときます。ティッシュとかタオルとかで空拭きでもいいと思います。粉っぽいままだとこれを貼り合わせた時につきが悪くなっちゃうので、それを防ぐためです。あんまりびちゃびちゃにすると反っちゃったりするので、本当に軽くで。では貼り合わせていきます。両面テープとボンドと両方使っちゃいます。この裏の厚みのところをこれは2枚貼り合わせて、棚板が乗るので高さはしっかり合わせてください。これはだいたい真ん中あたりに貼って高さを合わせれば OK です。
1枚はこの下に置くので床板になります。ここが切れてるものが棚板の上、それでこれはその補強になります。貼る時はこの切り込みが入ってる方側を揃えます。それでこうなる。ちょっと私のこだわりでここを揃えて貼ってしまうとこう棚板の厚みが出るんですよね。私はあんまりこの棚板を主張したくなかったので、ここちょっと1センチぐらい引っ込ませて貼るとここの厚みが1枚分しか見えないんで、わざとここ1センチ開けて貼ります。あと余談ですけど、もしこの MDF が手に入らないで段ボールで作りたいなって方がいたら、棚板は反りやすいのでこうして取る時に断面を違えて貼り合わせるのおすすめです。こっちの棚板側はこっち並々にしたら補強はこっちに走るように、それを貼り合わせるとちょっと反るのを防ぐことができるので、あと側面はこっち向き、縦向きで取った方がこっちの強度が強いのでこっち向きで切るといいと思います。あと最後ここに入る分、これも3枚重ねたいんです。取り都合でこれしか残ってないので、まだ私はこれをね考えてなく見切り発車をしてしまったので、両サイドだけだと真ん中へこんで反ってきちゃうかなと思うんで、3箇所を貼りたいなと思って217ちょっと4等分するにも中途半端な数字なので、5センチ5センチ5センチ残り、それぐらいでいいと思います。わざわざこの厚みのために MDF 買うのももったいないので、これでなんとか作っちゃいたい。もし足りないって人は段ボールとか使えばいいと思うので、こうでどうかな。こんな感じに3枚分の厚みが出れば OK です。これができたもので、これを組み立てていきます。まずはナッピーコレクションボックスから、これは背面取り外し可能なので好きな背面を入れてください。長い側面から、片面白で片面段ボール色なので、今回は段ボールの色を内側にして組みます。これが前面、蝶つがいがここついてます。本当はここプラ板が入ってるんですけど、私撮影するのに反射しちゃうんで取っちゃってます。この両角を入れて蓋を開けて、あとこっちの両サイドの角を入れれば終わり。作業する時この蓋が落ちてこないように
マスキングテープでちょっと固定しておきます。まずは側面2枚を両サイドに、そしたらこの底板をここに入れます。そうするとここの側面が固定されるので、今度棚板、棚板を入れた時、棚板の補強はこの側面のところに落ちます。わかるかな？ここにはまります。だからこの下段の側面は内側に倒れ込むことはないです。上の段の側面は固定ができないので、ちょっとマスキングテープを丸めてそれを上の方に貼ります。側面に貼ります。はい、これで完成です。あとはこんな感じで側面に柄の紙を貼ったりしてアレンジしてみてください。MDF の切り口が見えるとちょっとなってなるので、こうやって床板とかは裏まで続けて貼るとここ切り口が見えなくなります。下段の床板の部分は厚紙を使ってます。一応これも寸法 105mm の縦が 197mm、 これを入れるとこんな感じになります。私が飾ったリーメントのこれは付属の背面のジオラマそのまんまをここに入れてます。ちょっとここマスキングテープつけてるんですけど、このケースは100均のセリアで買った透明のケースです。そのサイズに合うように、これも付属だったジオラマボードの一部を使って段ボールで作ってます。いかがでしたでしょうか？こんな感じに棚板をつけると2段で使うことできるのでいいんじゃないかなと思います。作ってみたい人は参考にどうぞ。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。